今回は前回描いたツツジの絵をウォッシュを使った描き方で描いてみたいと思います。前回はこちらの木材パルプの紙にこちらの絵を描いたんですが、少なめの水を筆に含ませて描いています。今回はこちらの絵をウォッシュを使って描き直します。色は前回使った、こちらの色とあとこちらの色を使っていきます。前回ですね、こちらのサップとプルシャンの色を使っていませんでしたので、今回はサップグリーンとプルシャンを足した色を入れます。今パレットを今回から変えてみて、使う色のみ、パレットに入れてみましたので、少し見やすくなっていると思います。では16等分の線を消していきます。ウォッシュは水をたくさん使いますので、水含みのいいこちらのコットン 100% の紙ウォーターフォードを使っていきます。筆はこちらのリスゲを使っていきます。ではまず空を塗ります。お水を引いて紙を濡らしておきます。ではセルリアンブルーです。葉の緑を気持ち避けて塗っています。こちらに、ウルトラマリンのライトを入れます。今回コバルトブルーは使いません。空を変化つけて濃いところを作ります。はい、ではちょっとこちら濡れてますので、こちらの道の色の方を塗っていきます。ウルトラマリンディープ、グラバンとアンバーですね。こちらを薄めて、次にこちらの大地の色を塗っていきます。こちらはサップグリーンで塗っていきます。円形に行くに従ってイエローカーを足します。イエローカーを足します。手前のサップグリーンを気持ち濃くします。ではこちらの色をサップグリーンとイエローカーで塗ります。少しサップグリーンをにじませます。では円形を塗ります。円形はサップグリーンにウルトラマリンライトを足して塗ります。サップグリーンにこちらのウルトラマリンライトを足します。空が濡れているとこういうふうににじむんですけども、これで味があっていいかなと思います。ちょっと濡れていますので暗い色は入れずに、こちら明るい色を入れてしまいます。では、
ここですね。こちらはサップグリーンと黄色で塗ります。ここは光が当たって非常に、明るいので黄色を多めに入れます。でここも影になるんですが、同じ、植え込みですのでこの明るい色を塗ってしまいます。サップグリーンを多めにしてこの脇の方に足します。ではこちらのですね、ツツジの葉も塗っていきます。ツツジの葉はこちらのパーマネントグリーンナンバーワンとサップグリーンを足してみましたので、こちらの色でやっていきます。この色に最初黄色で明るく鮮やかにします。花を避けてですね、やっていきます。そしてまた色をですね濃くしてさらに入れます。この時下の色が潰れないように気をつけてください。前回この後に、シャドーグリーンをですね暗く入れてしまったんですが、ここで一旦プルシャンブルーを入れるという作業を足していきたいと思います。緑が濃くなります。これを入れていきます。そして、シャドーグリーンですね。こちらになります。暗い色を入れます。この塗り方は木のこの葉の陰影をつける作業と色の順番は一緒です。それが筆がウォッシュかウォッシュではないかの違いです。はい、ではこちらの葉を塗っていきたいと思います。それもだいぶ乾いています。サップグリーンとイエローを塗ります。こちらも葉の陰影のつけ方と順番は一緒です。ウォッシュですので少し大きめに筆を動かします。次はサップグリーンだけです。では今回はここにプルシャンブルーを足して緑を濃くするというのを入れます。大きく捉えていますが、一つ一つの塊をイメージしながら塗っています。筆を大きく動かすことによって全体的に陰影をつけているように見えていると思います。基本は一つ一つの塊で見ています。で大きく見るとこちらから光ですので、こちら側の方が暗いんですね。それも一緒に大きな陰影も意識してこちら側にも濃い色を入れていきます。そしてシャドーグリーンです。
では、ちょっとここに奥に木がありますので、そこの色をそこにも影をつけていきますね。ではこちらの木も塗っていきます。黄色とサップグリーンですね。出先を立てるようにして少し葉の種類をこちらと変えてですね塗ってみます。ではサップグリーンを濃くします。ではプルシャンブルーの色をプルシャンブルーを足して緑を濃くしてこの色も入れていきます。前回の絵はこのプルシャンブルーを足すのをすっかり抜いてしまってですね、この後すぐにシャドーグリーンで塗っていました。ちょっとねこの緑を入れた方が鮮やかな感じになりますので足します。では、シャドーグリーンですね。ここに同じ色がありますのでこの色シャドーグリーンを入れます。ではこちらの円形の木も入れてしまいます。これはサップグリーンにイエローカーを入れた色にします。サップグリーンにイエローカーを入れると後ろに、引っ込みますね。色が渋くなりますのでこの色を入れます。光が当たっているのでちょっと黄色も足しますね。これは点々にせずですねまとめてバッと塗ってしまいます。そしてまたシャドーグリーンを多くしてイエローカーも入れて半分。半分入れますね。でこの暗い色も一緒に入れます。遠くの木はまとめてですね陰影をつけてしまいます。この茂みが暗いのでこれ入れてしまいますね。円形が乾いてきたので円形に影を入れます。円形はウルトラマリンライトとサップグリーンの混色でしたのでちょっとそれをもう一回作ります。こちらのサップグリーンとウルトラマリンライトを足します。サップグリーンにウルトラマリンライトを入れると色が渋く暗くなります。これを暗くしたいので、バーントアンバーをちょっと入れます。ではこれで影をつけていきます。この、地上の線とですねこの地上とこの円形としっかり分けたいのでここに暗い色を一回横線で入れます。ここからぼかすようにします。もう少し暗くしたいのでシャドーグリーンを入れます。シャドーグリーンとバーントアンバー混ぜてしまいます。非常に暗い色ができますのでこれで下をくっきりと暗くしていきます。ではこちらからの光ですので、右側にですね影をつけていきたいと思います。
ウルトラマリンディープとバーントアンバーでこちらの色を暗い色を作りましたら、ここに少し、ツツジの色ですね、後から入れるこのローズマダーの色をちょっと足して赤くしてみたいと思います。入れすぎると真っ赤になってしまうので気をつけてください。ここはこちらの面が暗いですので、ここから一緒に塗ってしまいますね。少し濃い色を濡れているうちににじませます。はい、では木を塗っていきます。木はイエローochreを明るい色として塗っていきます。少し細めのこちらの筆に切り替えます。ちょっとこちらの木が潰れてしまったので、ナイロンの筆でちょっと色を取ります。このリフトアウトというんですが、このリフトアウトで取った後はこのまま乾燥させてから手を入れてください。ではこの3本はちょっと抜いてこちら入れてしまいます。バーントシェンヌですね、赤い方です。赤茶の方をメインの色で入れていきます。ではこちらのツツジの色を先に塗っていきます。ツツジの色はこちらの、オペラですね。オペラローズの色にローズマダーという色を少し足して落ち着かせてから塗りました。これはクリムソンレーキを入れていただいても全く問題ありません。こちらを使っていきます。形はあまり取らなくてもいいかなと思いますので、ピンクの色をにじませていきます。見ている方に想像していただいて、何の花かなと想像をかきたてるのも絵の大事な役割ですので、何の花かなと考えて楽しんでもらう
という感じでいこうかなと思います。はい、ではこちらの木の一番濃い影の部分を塗っていきます。バーントアンバーとウルトラマリンディープです。ではこちらの2本目の色を一回バントシェンナをつけます。そして暗い色を右側に塗ります。こちらが、ツツジなのでちょっと枝がですね見えるんですよね、少し。なのでちょっとこの茶色い色を入れておきます。細い枝も足してみたいと思います。こちらの筆を持ちます。円形の木の幹も入れます。ではこちらとこの部分に薄く色を入れたいと思います。バーントアンバーとウルトラマリンディープの混色ですね。これをすごく薄めてこちらに塗っていきます。では全体が出来上がりました。少し暗い色を入れていきたいと思います。ではですね、この細筆使って暗い色をですね、バーントアンバーとウルトラマリンディープを足した色でやっていきます。ここの辺を少しあまり書き込みすぎてしまうと色が濁って汚くなりますので、そこは気をつけながら見ながらですね、手を入れていってください。
ではこちらで完成にいたします。こちら F3 でこちらが F4 サイズなんですが、こちらがウォッシュを使った描き方で、こちらがウォッシュを使わない描き方で描いてみました。